今日も可愛い京香です。この挨拶大丈夫そう？今日はもうすぐ9点目代わりということで、皆さんにぜひ9点で買っていただきたい商品を PR ステマ一切なしで紹介していきたいと思います。結構この時期目代わりの期間でプロモーション動画とかが多くなってしまうんですけども、プロモーション動画で使っているコスメも私の好きな企業のコスメだし、私も心から PR したい商品なんですけど、今回はその商品を紹介してしまうとステマってことになってしまうので、それ以外のもので私が正直におすすめしたいと思える商品を紹介していきたいと思います。それではもう紹介していきたいと思います。私のメイクする順番で紹介していきたいと思います。まず最初にパックです。ルルルンのパックです。なんかいろんなパックを試したことがあって、基本的にどのパックも好きなんですけど、私が一番サボらずに使えるのがこのルルルンのパックで、なんでかっていうと、なんかこれが32枚このパックが入ってるんですね。だからこの1箱買ったら1ヶ月使えるのがめっちゃいいポイントです。このパックの。なんか私結構なくなっちゃった時に買い替えるのがめんどくさくてそのままサボっちゃったりするんですけど、これもう32枚入ってるから安心じゃん。あとなんかこのパックが結構サイズがあんまり大きすぎないので、この顔にピタッ密着して貼り付けられることができて、結構顔からはみ出て余っちゃうパックってお風呂上がりなのに髪の毛がパックでなんか湿っちゃったりとか変な癖がついちゃったり、そういうストレスがあるんですけど、このパックはもう顔にめっちゃフィットするので、そこが私の推しポイントです。あと私が乾燥肌でもあり脂性肌でもあるっていう混合肌なので、保湿しすぎると逆にベタベタになって顔にちょっとニキビとか吹き出物が出てきちゃったりとか、でも乾燥するとこの小じわのところが皮むけてきちゃったりとかパリパリになっちゃったりとかするしっていう、すごい難しい肌なんですね。でもこのパックってちょうどいい保湿で、パックを剥がした後も保湿はしてくれてる感じはするけど、結構肌がサラッとした感じになるので、そこが私のとってもおすすめなポイントです。ルルルンは何回もインスタとかで PR したことがあるんですけど、普通に PR した時に良すぎて、これ自分で何回ももう繰り返しリピートして買ってます。お次が下地なんですけども、まず最初におすすめするのがもうみんな知ってるエスポアのウォータースプラッシュサンクリームトーンアップラスティングです。もうこれは本当に私の YouTube 見てる子はわかると思うんですけど、毎回使ってます。もうほぼ使ってます。私の推しポイントはこの SPF50 で日焼け止め効果も入ってるっていうのと、ラベンダーカラーで肌を本当にありえないぐらいトーンアップしてくれるんですね。いつもメイク動画見てくれてる方はわかると思うんですけど、そこがマジで私の推しポイントです。あと結構これを手に出した時の質感がわかりますか？丸く維持してくれるので、水っぽくなくて結構テクスチャーが固めなんですけど、形状を維持してる割にすごい伸びやすくて、この肌に浸透しやすいっていうか、元からこういう肌ですっていう感じでトーンアップしてくれるんですね。そこがマジで私の推しポイントなので、これフォロワーさんだけじゃなくて、もう友達とかにもキョンキョンどういう下地使ってんのとか聞かれたら絶対これ答えてます。超おすすめです。で、下地でもう一つおすすめなのがポール&ジョーのモイスチャーライジングプライマーの00番です。これが結構なんていうんですか、もう肌色っぽい結構薄いピンクカラーなんですね。エスパーの質感が結構見た感じだと固めで結構形状を維持してる感じ。ポール&ジョーが結構こういう感じで手にのせてもすぐ垂れちゃってサラサラしたテクスチャーです。で、この2つなんですけども、こっちと違う良さがまたこっちにはあって、こっちは本当に結構サラサラしたテクスチャーで、なんかすぐサーって伸びちゃうって感じなんですけど、その分その肌に乗った感じの質感も薄付きなんですね。なのにカバー力がめちゃくちゃ高いんですよ。こっちは結構トーンアップ重視、日焼け止め重視って感じなので、女の子と出かける時とか画面映えするメイクをしたい時よく使うんですけど、こっちは薄付きなのにトーンアップしてくれるしカバー力もあるから、男性の方とデート行く時とか普段使いにとってもおすすめです。だから私は YouTube ではこっちの方が登場率が高いんですけど、普段はこっちも使うことが多くて、どっちもマジでめちゃくちゃおすすめな商品です。
次にファンデーションなんですけど、もうファンデーションはイーザー&です。ずーっと言ってるイーザー&です。このイーザー&なんですけど、私の推しポイントが、この普通のサイズとこの旅行とかに持ってけるようなミニサイズもあるんですね。そこがマジで私の推しポイントです。比べると結構サイズが違います。で、ここにチャームを通せる穴もあるので、めちゃくちゃおすすめです、持ち運びに。ここがまず私の推しポイントです。で、白と黒の推しポイントを順番に説明していきたいと思います。まず、この白のファンデは、イーザー&ペブルグロークッション。このグロークッションは本当に質感が柔らかくて、もう本当肌にも伸びやすいし、保湿重視って感じです。これは私は冬めちゃくちゃ使ってました。やっぱ乾燥が気になる時期とか、あと乾燥肌の方にすごくおすすめです。ただ、これの、今回プロモーション動画じゃないので、欠点を話してしまうと、これ欠点といったら欠点じゃないんですけど、この質感が柔らかいっていうのと保湿重視っていうので、これハワイとか、ほんとめちゃくちゃ暑い地域で使った時に結構すぐよれちゃったんですね。だから、ハワイとか南国に行きますとか、真夏に使いたいですっていう場合は、この黒をおすすめします。黒が、イーザー&ペブルブラークッションで、ブラークッションです。こっちがグローの質感で、こっちがマットの質感です。逆にこの黒のブラークッションは保湿ってよりもメイクがよれにくくなったりとか、メイクする上で肌の基盤をがっちり固めてくれるっていうのが私の推しポイントです。だから、本当にメイクが崩れやすくてファンデがドロドロになっちゃう夏とかは特にこれを使うとよれにくいし、チークとかアイシャドウとかこれでしっかり基盤を固めると綺麗に発色します。でも逆にこれはこれで冬に使うと結構私は混合肌で乾燥もしやすいので結構小じわ割れてきちゃったりとか鼻の横ガビガビしてるところが目立ちやすくなっちゃったりするので冬はこっち夏はこっちで使い分けるのがとってもおすすめです。本当にこれどっちも買ってどっちも使い分けてみてください。もう本当に AI みたいな肌になれるめちゃくちゃ推しのファンデなので、これ今言ってることも、なんか、ホームページに書いてあったこととかをつらつらと言ってるわけではなくて、本当に私が半年以上使ってみての、この私の率直な感想です。本当におすすめだから使ってみてください。次にパウダーです。パウダーはもう一番おすすめなのは、パーフェクトダイアリーのトランスリューシェントブルーリングローズパウダー、トランスリューシェントブルーリングルーズパウダーです。で、これはカラーロッキングバージョンって言ってデニムのデザインなんですけど、普通のデザインのものもあると思います。9点に探したら。で、このパーフェクトダイアリーのパウダーって、マジで、わかりますか？この湯気みたいな、もう湯気、これ全部肉眼で見るとちゃんと粉なんですけど、画面上で見ると湯気ですかってぐらいなんかもう細かいじゃん。だから、粉浮きとかがしなくて、そこがめっちゃいいんですよね、これ。なんか本当に粉が細かいので、ベビーパウダー塗ってる感じで塗れるのがめっちゃおすすめポイントです。なんか結構、パウダーが時間経って浮いてきちゃったりとか、なんか白くなってきちゃうのって、女の子同士だったら理解あるけど、男性とデートしてる時とか結構気まずいじゃないですか。なんかこのパウダー本当に、そういう時に恥かかないで済むから、めっちゃ綺麗に乗るからおすすめです。で、パウダーが次におすすめなのが、Keep in Touch のパウダーです。ラベンダーカラーです。パウダーって結構なんか白いのとかが多いと思うんですけど、Keep in Touch はこのラベンダーカラーのパウダーがあるんですね。だからこのブルベメイクしたい時とか、結構青みピンクのアイシャドウとか使いたい時とか、肌のトーンをメイクと統一したい時にめちゃくちゃおすすめです。めっちゃラベンダーなので。だから私の使い分けとしてはデートに行く時とか、男性と会う時はこのパウダー、青みピンクメイクしたりとか、自分が好きなメイクしたい時はこのパウダーっていう感じの使い分けです。お次にアイブロウが、もう私が大好きなセザンヌのブラシ付きアイブロウ繰り出しです。これなんですけど、普通にセザンヌって薬局行ったらあるじゃん。だけどなんで9点のこのおすすめ商品で紹介したかっていうと、なんか最近 DM とかですごいたくさんいただくのが、なんか多分みんな強化買いしてるのか、セザンヌのこのアイブロウがいつもないですみたいな言われるので、多分9点だったら確実に買えると思うので、ぜひ9点でゲットしてみてください。私が髪色が暗い時に使ってたのが03番ナチュラルブラウンで、今の髪色にしてから使ってる
るのが01番ライトブラウンです。どっちも眉毛にも使えるし、この涙袋の影とかこの粘膜ラインに使ってるのも私このセザンヌのアイブロウなんですね。でこれが本当にめちゃくちゃ有能。なんて言うんだろう、この筆圧を結構薄めにするともう本当にふんわりした影とか結構描けるので柔軟に使えるアイテムです。だから本当におすすめです。次に眉マスカラ紹介していくんですけど、おすすめなのがエスポアの眉マスカラです。カラーがベージュです。なんかこれ私が美容院いつも通ってる美穂さんから聞いたんですけど、私の真似して黒髪にしてくれてた子がみんなまた私の真似してこの茶髪にしてきてくれたみたいなことを美穂さんから聞いて、めっちゃありがとう、真似してくれるの可愛いなんですけど、髪色を明るくしたら絶対この眉マスカラ使った方がいいです。なぜかっていうと、やっぱ髪色よりも眉毛の方が色が暗いと結構芋っぽく見えちゃうんですね。それだけで模索見えちゃうから、今もこの眉マスカラ使ってる眉毛なんですけど、眉毛の色が一層軽くなるっていうか明るくなるっていうか、眉毛サロン行ったみたいな質感になるんですね。この眉マスカラはすごくおすすめです。で、見てくれたらわかると思うんだけど、すごくね、細かいんです、毛が。で、細いから、眉マスカラでよくある失敗が、この眉毛の毛先だけじゃなくて、この眉毛の毛根までついちゃってべちゃーってなっちゃうのがよくある失敗だと思うんですけど、そういう失敗が少なくて使いやすいので、とってもおすすめです。お次がノーズシャドウに使うものなんですけど、私のおすすめはジュディドールの01番です。こういう感じのカラーです。ジュディドールはもう本当に使い始めてからこれしか使えないぐらいノーズシャドウめっちゃ描きやすいです。なんかこのカラーが茶色すぎなくてデーモン閣下さんみたいにならずに済むんですね。ノーズシャドウを結構濃く入れても。でここのマットハイライトもめちゃくちゃ使いやすいんですよ。なんか多分普通のキラキラしたハイライトをいろんなところにつけちゃうともう顔がキラッキラになっちゃうんですけど、こうポイントで白くしたいけどキラキラはさせたくないなっていう部分にすごい使いやすいのでおすすめです。でこのハイライトも鼻の頭とかにのせるとすごいいい感じに鼻がチュンって見えるので、このジュディドールのハイライトすごくおすすめです。ぜひパーソナルカラー別に買ってみてください。お次がアイシャドウなんですけど、まず最初におすすめするのがデイジークのムードシャドウパレット06番スイートハートです。こちらです。もうこれは私の YouTube をいつも見てる人ならもうほんと何回見たんだっていう感じのアイパレットだと思うんですけど、もう本当にこれ使い勝手がいいんですね。ピンクの色がめっちゃ豊富なんですよ。だからめちゃくちゃブルベメイクしたい時も使えるし、ちょっと白みピンクミルキーなメイクしたい時にも使えるし、ちょっとニュートラルなこの若干オレンジっぽいメイクしたい時も使えるんですよ。で全部これなんかオレンジとか使うと結構くすんで見えちゃったり腫れぼったく見えちゃうっていう悩みを持ってるブルベの方全部似合います、この色。だからマジでおすすめです。だから本当にこれ一回全員買ってみてほしい。でしかもめちゃくちゃ目に乗りやすいっていうか、粉っぽくないのに結構発色してくれるんですね。だからすっごいおすすめです。私このアイパレットもう一番重宝してます。次におすすめするのがフィーのアイパレットの04番、こちらです。なんかこれは白身ピンクとかはないんですけど、このちょうどいい肌馴染みのいいピンクとこのブラウンの感じがめちゃくちゃたくさんあるのと、このラメの種類もめっちゃ豊富なんですね。そこが私のこのアイパレットの推しポイントです。でこの肌馴染みのいいピンクってデート行く時とか気になる男性と会う時多分めちゃくちゃ男受けなんですね。だから男受けメイクしたい時とか特にめっちゃおすすめです。とかブルベの方が多幸感メイクしたい時とかもうめちゃくちゃおすすめです。でこれもめちゃくちゃ肌に乗りやすくてすごい綺麗に発色してくれるので、そこも推しポイントです。アイシャドウ最後におすすめするのがエスポアのリアルアイパレットオールニューハッシュドチェリーです。こちらです。これはなんか色が豊富とかではないんですけど、私の本当にとにかく好きな色をめちゃくちゃ詰め込んでくれてるアイパレットなんですね。でしかもこのピンクが結構マジでハッシュドチェリーって感じのピンク、チェリーピンクって感じで、他のアイパレットにはないこの濃いビビッドなカラーを入れてくれてるので、結構夏とかにちょっと派手なメイクしたいなって時とかにめちゃくちゃ使えるので重宝してます。しかもこのピンクがめちゃくちゃチークにも使えるめっちゃ可愛いピンクで、このラメもラベンダーカラーなのでお気に入りです。
これは本当に夏ちょっとワンポイントで濃いから入れたいなとかビビッとなメイクしたいなって時に程よくイメチェンさせてくれるのでめっちゃおすすめです。次におすすめなのがキングダムのタバカンロングマスカラです。これがもう本当にタバカンロングマスカラっていう名前の通りめちゃくちゃタバカン作りやすいんですよ。ブラシが細かい方と粗い方があって、細かい方でこうやってマスカラつけた後に粗い方でこうやって整えると簡単にタバカンが作れるんですね。私は慣れちゃってるからピンセットでやっちゃってるんですけど、まだピンセットとか慣れてなくてタバカンうまく作れないよって人はこのマスカラから挑戦してみるのをすごいおすすめします。マジでタバカン作るのに一番ベストなマスカラです。次にチークなんですけど、まず一つ目にデイジークのブレンディングムードチーク06番ベリースムージーがおすすめです。こちらです。このチークが青みピンクとかラベンダーピンクっていうよりかはもう本当に白みピンク、ミルキーなピンクって感じなので、私今この茶髪にしてからちょっとブルベカラーのピンクメイクしたいなって時にラベンダーピンクよりもこう白みピンクのチークを使うとすっごい可愛く見えるので、このうんちゃちゃん風メイクした時も使ってたチークなんですけど、白みピンクメイク、ミルキーなピンクのメイクをしたい時にすっごくおすすめです。こういうカラーなんですけど、発色しすぎずふんわり方に乗ってくれるので、そこがめちゃくちゃおすすめです。次におすすめするのが P のチークの PK01 番ラブミーハイキーっていうカラーです。これ私チークの中で一番殿堂入りでお気に入りかもしれないです。こういうカラーになってて、最初にこの薄いカラーでふんわりのせてから、この濃い方のピンクを内側からじゅわってのせるようにすると、もう本当にふわっじゅわって感じのマジで可愛いチークができるんですね。もう何とも言えないんですけども、本当に可愛いんです。これもめちゃくちゃ発色するってよりかは、ふんわりって感じなので、デート行く時とか、これもう本当におすすめです。めっちゃ女の子って感じの可愛いカラー、めっちゃおすすめです。で、次にチークでおすすめなのが、ネーミングのフラッフィーパウダーブラッシュの06番です。こちらです。私のメイク動画をたくさん見てくれてる方はわかると思うんですけど、このチークもたくさん登場してます。もうこれは本当に結構色が濃いめでめちゃくちゃ可愛いんですね。で、これは今紹介した2つのチークとは違って逆にめちゃくちゃ発色してくれるチークなんですね。今こうやって手でこすっただけでも見えますか？こんなに発色してくれます。だからもうちょっとほっぺに色足したいなって思った時とか、今日はなんか全体的に色強めのメイクしたいなって思った時とかにめっちゃおすすめです。で、結構発色強めにしてくれるんですけど、発色強いチークってなんかかえって顔色が暗く見えたりとか、このチークの下部分がグレーに見えちゃったりとかすることが多いと思うんですけど、このチークは本当にそんなことなく、このカラーをそのままほっぺにのせたみたいな感じで発色してくれるので、そこがめっちゃ推しポイントです。すいません、チークのおすすめが多いんですけど、最後におすすめなのがエスポアのトーンペアリングリキッドチークです。こちらです。これ今手に持ってるカラーがセレナーデってカラーなんですけど、これと X に載せてたカラーもめちゃくちゃおすすめです。その2つがおすすめです。で、これがもう本当に私の X とか見て買ってくれた方もいると思うんですけど、X に載せてた方のカラーは結構マジラベンダーカラーに発色するんですね。でもほんとツヤって感じで、こうリキッドチークだからハイライトいらずでもうツヤツヤのほっぺになるんですよ。こう X と違うカラーのこっちはもうちょっとラベンダーってよりもなんかジュワってした果実みたいなピンクなんですね。だからこっち結構ほてってる感じでツヤも出せるので、こっちの方がデートとかにはおすすめかもしれないです。女の子同士で出かける時とかラベンダーカラーのメイクしたいなって時は X で紹介した方の色味がおすすめです。次にハイライトを紹介していくんですけど、まず最初におすすめなハイライトがキャンメイクのムニュットハイライター01番です。これもなんか結構人気じゃないですか。だからドラッグストア行ってもないですみたいな言われることがあるので、これも9点で買ったら確実にゲットできるかなと思って一応紹介しておきます。で、このハイライターが本当にムニュってもう名前の通りで質感がすごい柔らかくてムニュってしてるんですね。触ったらわかるんですけど。だからハイライトなのに結構こうやって触るとへこんじゃう感じ、それぐらいムニュってしてるので、このほっぺにのせた時とかもハイライトの密度が濃いっていうか、なんか結構
ジュワッキラって感じで肌を発光させてくれるので、これはなんかどこか一点をめちゃくちゃキラッとさせたい時とかにポイントとして使うのがすごくおすすめです。次におすすめなのがネーミングフラッフィーベイクドハイライトの02番です。こちらです。このネーミングのハイライトはもうめちゃくちゃいい加減のハイライトで、女の子が好きなキラキラ感もありつつ、男性受けもする艶やかな感じもあるので、もう本当に万能でどこにでも使えるアイテムです。だからこのハイライトは写真とかにもちゃんとキラって写るのに、デートとかにも使えるので、ほんと買って損ないです。ぜひ買って試してみてほしいです。指にのせるとこんな感じで結構キラッキラになるんですけど、肌にのせるとギラギラになりすぎなくてめっちゃちょうどいいです。次におすすめなのが、これ今までの YouTube では登場したことがなくて、ここで初登場なんですけど、ロム&シースルーベールライターの02番ムーンキスドベールです。これです。このハイライターがね、めっちゃキラキラで、でもめっちゃピンクって感じじゃん。のせるとすごい可愛くて、今のせてるハイライトがまさにこれなんですけど、もう一回のせるんだけどね、もうね、わかりますか？もうこのツヤ感、もうキラッキラなんですよ。しかもラメがめっちゃ細かいんです。だからもう本当になんか自然にこの肌に光を集めてくれる感じがすごくお気に入りで、しかもこのピンクっぽいハイライターなので、ハイライトとチークが混ざってるやつあるじゃないですか。ああいう感じで結構ピンクにキラキラしてくれてるんですね。だからすごい可愛くて、これめっちゃおすすめです。次にリップのおすすめを紹介していきたいと思うんですけど、まずリップペンシルのおすすめがいつも言っているキープインタッチのグロッシーリップグローペンシルです。で、私のおすすめは01番と03番です。今手に持ってる01番が結構こういう肌なじみのいいピンクって感じで、03番がオレンジっぽいカラーなので、ピンクメイクするときは01番、オレンジメイクするときは03番って感じで使い分けてます。このキープインタッチのペンシルがすごい見せたい。こういう感じで柔らかい質感なんですね。結構リップペンシルって硬い質感でなんかちゃんと唇にジュワって馴染まないことが多いんですけど、このリップペンシルほんとすごい柔らかくて、これ伸びもいいんですよ。なのでこの唇の輪郭足すのにすごい描きやすくて、このリップペンシルめちゃくちゃおすすめです。次におすすめなのがネーミングのデューイグラスリップティント05番です。これもマジでほんと殿堂入りいつも使ってるやつなんですけど、カラーが結構こうやって見るとくすみピンクっていうか、ほんとなんかグレープみたいな色味なんですけど、塗ってみるとブルベの方だったらめっちゃ馴染む、めっちゃちょうどいい感じのピンクなんですね。で、ティントなんですけど、すごい質感が薄くて透明感あって軽いので、濃い色になりすぎずに、さらっとこのピンクが出来上がるので、すごくおすすめです。ティントって結構ベタ塗り感が出ちゃったりするティントが多いと思うんですけど、これは本当に透明感あって、本当に名前の通り、グラスって感じです。次におすすめなのが、これも殿堂入りコスメなんですけど、エスポアのリップのハッシュドチェリーってカラーです。これもこうやって見るとほんとチェリーみたいな感じでめっちゃ濃い色っぽく見えるんですけど、これを内側にだけのせるとこういう感じでめっちゃちょうどいいグラデーションになるんですね。だから私はこのエスポアとネーミングの重ね使いめちゃくちゃ気に入ってます。最後におすすめするリップが、リップも多くなっちゃってすみません。フィーの 3D ボリューミンググロスのバニラ 30% です。これもね、もう本当にめちゃくちゃ有名だと思うんですけど、めっちゃ可愛くて、このグラデーションにしたリップを最後にこのグロスでなんか締めることで、なんかもうグラデーションしたリップも全部一体化してめちゃくちゃちょうどいい感じになるので、この4つのリップを全部使うのをめちゃくちゃおすすめします。で、この 3D ボリューミンググロスのバニラ 30% は結構薄付きの肌なじみのいい、こういうなんていうの、温かみのあるピンク、ちょっとオレンジ味のあるピンクって感じで、70% だと結構この色が強いんですけど、30% だとめちゃくちゃ色が薄付きなので、ブルベの方でも誰でも使えるリップだと思います。で、めちゃくちゃ本当にこの唇にツヤ感が出て、ヒアルロン酸今入れたんですかってぐらいこのぷくってなってくれるので、すごくおすすめです。
で、ラメのおすすめが、これも今まで YouTube に出したことなくて、今回初登場なんですけど、ロム&のベターザンパレット00ライト&グリッターガーデンです。こちらです。このロム&のパレットがもうグリッターが豊富すぎて、もうイエベメイクした時もブルベメイクした時も、もうどんなメイクした時もめちゃくちゃ使い勝手がいいんですよ。今まで YouTube で出したことなくて使い始めたのは最近なんですけど、今もまぶたに塗って使ってます。めちゃくちゃ可愛いです、このラメ。近くで見せるとこういう感じで、もう本当にラメが大粒でめちゃくちゃ可愛いんです。で、色もめっちゃ豊富じゃないですか。だからもうめっちゃ可愛くて、なんか本当にキラキラしたメイクしたい人全員買ってほしいぐらいめっちゃ可愛いです。ただ、本当にラメが結構大粒で、本当にラメってわかるようなこのプツってしたスパンコールみたいなラメも入ってるので、デート向きってよりかは、友達と写真撮ったり映えたりしたい時とか、派手なメイクしたいなって時とか、韓国アイドルっぽいメイクしたいなとか、結構そういうおしゃれしてお出かけする時向きのグリッターかなって感じです。多分男性受けは万人受けはしない気がする。メイクに理解がある男性はこういう大粒のグリッターも可愛いって言ってくれると思うんだけど、マジで結構大粒なので、本当に私みたいにキラキラ大好物の方におすすめしたいグリッターって感じです。最後にいつも使ってるブラシです。これがフィリミリっていうブランドのグリッターシャドウです。このブラシがね、こうやって折れてるんですけど、先っちょがね、折れてるおかげで涙袋にめちゃくちゃ乗せやすいのね。だからいつもブラシどこのですかって聞かれるんですけど、結構アイシャドウのブラシとかチークのブラシとかシーンで適当に買って使っちゃってるんですけど、これだけめちゃくちゃおすすめです。ぜひ買ってみてください。涙袋めちゃくちゃメイクしやすくなります。ってことで、以上が私の皆様に9点目代わりでぜひ買ってほしいコスメの紹介でした。すごい長くなっちゃったんですけど、全部本当に私が毎回日常使いしてるめちゃくちゃお気に入りのコスメなので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。それでは最後までこの動画を見てくれてありがとうございました。いいと思った方、参考にしたいと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメント、無断転載よろしくお願いします。バイバーイ。